昔から映画はその小学校の頃に「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか、そういうのを見たりして好きだったんですけれど、大学に入ってからですかね、映画研究会に入って、それまでに段階的にだんだん映画を好きになっていくんですけど、いろいろ見るジャンルも増えたりして、高校時代とかに、ミニシアターのブームみたいなのがあったんですよね。岩井俊二さんとか、はい、ウォン・カーワイとかタランティーノとか、そういうのが全然普通にかかっているというか、そういう頃に、レンタルビデオ屋も非常に盛んになってその当時はいて、はい、ある程度普通に映画を見るようになって、自分は映画好きなんじゃないだろうかというふうに思っていたので、映画研究会に大学入った時点で入ってみるかと。でそこは映画を作るサークルでもあったので、映画を作り始めたら面白いじゃないかと俺監督できんじゃないかとそうです。他のことが結構何もできないというか、なんていうんですかね、文章を書いたりとか漫画を書いたりとか、なんか表現をしたい欲求っていうのは多分あったと思うんですけれど、どうしたらいいか分かんない中で、カメラをある人に向けてその人に何か言ってもらうと、そしてそれをつなぐとなんか作品めいたものができるっていうことが、とても自分にとっては革命的だったっていう気がしますね。はい、これは大学1年ですね。大学1年でその新入生歓迎会みたいなものが過ぎたぐらいで、秋か、でももう秋になっていて、その新入生1年生で取らなきゃいけないみたいなものがあって、それで作ったのが当時なんかビッグリボースキとかですね、流行っていて公園兄弟で、ボーリングで女の子を取り合うその男たちの話っていうのを作ったもう本当に誰にも見られたくないなって思いながら過ごしてるんですけど、そういうものを作りましたね。映画を作るサークルであると同時に、でもそれ以上に結構見る、色合いの強いサークルでして、であれも見てないのこれも見てないのと、結構言われるというか、映画好きのつもりだったのに、あれもこれも見ていないじゃないかみたいな気持ちになって、大学1年2年ぐらいになって、東京ってこんなに映画がやってたのかみたいな気持ちになり、いろいろ通い詰めていたら、ジョン・カサベテスという人の特集が、カサベテス2000っていう特集だったんですけど、そのハズバンズっていう映画とミニー&モスコイッツという映画と愛の奇跡っていう3本の映画がやっていて、それは実は寝ても覚めてものを配給してくれたビターズエンドっていうところが配給してたんですけど、それを見てカサベテスの特にハズバンズなんですけど、ハズバンズにとても衝撃を受けて、これはなんかすごいな、映画ってのはこれは自分が想像していた以上にすごいものなのかもしれないなっていうことがだんだん身に染みてくるっていう体験だった気がします。なるほど。その衝撃っていうものはどういったものだったんですか？特に20歳とかだったですけど、で出てくるのは40歳のおっさん3人が出てくるんですけど、しかもアメリカ人の1970年代の話、60年代の終わりか、なので分かるはずもないんですけど、でも見ていて、これが人生かって思ったんですよね。これが人生というものかっていうことを、映画を見て初めて感じるというか、今まで自分が生きてきた20年とかよりこっちの方がずっと人生だなっていうことを思う瞬間があり、それでですかね。なんかそれまで自分がしたどんな体験よりも濃密だったっていう感覚がきっとあったんだと思います。これね、実はもう質問なんかちょっと先にもらっていて、何だったかなってめちゃめちゃ考えたんですけど、小学校ぐらいから映画好きになって、でも高校ぐらいまで泣いたことっていうのが全然なくて、もうなんか泣きたいと、もうみんな映画を見て泣くらしいじゃないかと俺も泣きたいみたいな気持ちで泣ける映画を漁っていて、マイ・フレンド・フォーエバーっていう映画があるんですけど、ブラッド・レンフロっていう今亡くなってしまった俳優さんが出ている、マイ・フレンド・フォーエバーを見て、泣いたのを覚えてますね。初めて泣けたみたいな、どっちかっていうとそっちにまた感動みたいな、そういう記憶を初めて泣いた自分に感動してそうですそうです、映画で泣けたみたいな、そういうことがあった記憶を思い出しました。なるほどですね。これはですね、大学を卒業して、その時点で映画の世界で生きていきたいということは思っていたので、助監督、なんか口をなんとか探して助監督になったんですけれど、本当にですね、無能な助監督でして、2年じゃないな、1年間、助監督を、商業映画の、現場2本ぐらいやって、当時の監督に浜口ちょっと今のままでは使えないと
使い物にならないということで、その方の、紹介でテレビの制作会社に、行ったんです。それが経済番組とかを作る会社で、1年ぐらい結構、そのベンチャー企業の社長に成功の秘訣を聞くみたいな、そういう番組を作ったりして、意外と楽しいなみたいな、なんか意外と方法というところはたくさんあったんですが、ただどう考えてもやりたいこととは違うということがあり、そんな時にその芸大が、映像研究科っていうのを初めて作ると。国立の映画学校というのが初めてできるっていうことがニュースになって、北野武さんとか黒沢清さんが教授をやると、すごいじゃないかと、これは、そのいわゆる商業映画っていう世界で生きていけなかった自分にとって、唯一の雲の糸みたいなもんなんじゃないかって思って、受けたと。結果的に1年目落ちてるんですけど、もう1回受けて2年目で受かってっていうことで、その東京芸大の映像研究科に入ったという流れです。ハッピーアワーはもともと5時間弱の想定で作ってた作品なんですか？いやいや、これはもう驚かれるかもしれませんが、2時間半ぐらいでなんとか収まらないかなと思って作り最初は本当に2時間以内の映画を目指して作って、初稿を書いた時点でこれ2時間半にはなるなと、それしょうがないなと思っていたんですが、あれは結局2年ぐらい撮ったんですよね。2年ぐらいの制作期間があって、1年以上その準備とか撮影にかかっていて、その間に何度も脚本を書き直して、その結果、どんどん膨れ上がり、5時間を超える映画になったという感じです。その作る期間2年間あったっていうのは、そのなんか神戸でのワークショップの中での企画だったんですかね？あれは。そうですね。その先ほど予告編が流れた東北でその震災後ドキュメンタリーを酒井光という人と撮っていたんですけど、その後、その経験も生かしてなんとかそのフィクションのもともとフィクションを作っていたので、フィクションのフィールドに戻りたいなと思った時に、神戸でそういう長期の演技のワークショップをやる、そういうことができる、土台が整ったというか、協力者を神戸というところで、たくさん見つけることができたので、そこで週に1回、土曜日に、即興演技ワークショップっていう名前だったんですけど、人を演技経験問わずに募集して、で半年ぐらいやって、でその人たちと付き合う中で脚本を書いて、でその後、8ヶ月ぐらいの撮影期間、それもやっぱり皆さんその平日は仕事がある方が集まっていたので、週末に撮るっていうスタイルで、撮っていたんです。ワークショップが始まる前になんか脚本を用意した方がいいのかなと思っていたんですけど、結局書けなくて、でその即興演技ワークショップっていう半年間のワークショップの中で、実際にその人17人ぐらい参加者がいて、全員映画にハッピーアワーに出てるんですけれど、その人たちを見ながら、書くっていうことにだんだん移行していったっていう感じです。でついでに言うと、さっき話に出たカサベテスの「ハズバンズ」っていう映画がハッピーアワーではちょっと下敷きになっているというか、ハズバンズという映画はもともと4人のすごい仲良しの男たちがいて、そのうち1人が冒頭で死んでしまうと。でその葬式の後、3人がもう家に帰りたくないと、自分たちは悲しいと、悲しみを全面的に表現したいっていうことで、ある種魂のさまよいみたいな3、4日が繰り広げられるっていうのがハズバンズなんですけど、それをどっか性別反転させたバージョンっていうのがそもそもの発想の源だったんですが、それは最初2時間半ぐらいのもので、それがだんだんいろいろ前にも後ろにも伸びて5時間半ぐらいになったという感じなんです。その人を見てっていうところはすごく大きいと思います。その特に演技経験がないっていうこと、演技経験のない方が3分の2以上だったので、じゃあその人の持っているものっていうものが一体どうやって物語に生かされるのかっていうのは常に考えながらやっていたとは思います。なるほどです。これがベストの尺だからっていうこっちの申し出に対してプロデューサーがいいよと言ったっていうことですね。正直劇場公開がされないだろうなってどっちかというと思っていたんですが、映画祭とかで見出してくれる人はいるんじゃないだろうかという思いはあったんですが、それが一般公開まで行くかっていうと行かないかもなって思っていたんですが、2時間半に仮にしたとして、公開可能な尺にしたとして全然面白くなりませんよっていうことを言って、実際3時間40分ぐらいまでは切ったバージョンっていうのを見せたりして、それはさらに突き詰めればもしかしたら面白くなったのかもしれませんが、
5時間17分のこのバージョンが一番面白いっていうことを、プロデューサーも納得してくれたので、世に出せたということです。ただいま上映した作品の内容から、監督にちょっとご質問していきたいなと思います。はい。2011年に震災が東日本大震災があって、で仙台短編映画祭というところでずっと活動していた菅原睦子さんという方がいて、でその方とずっと親しくしていたんですが、その震災後何十人か40人ぐらいの監督に呼びかけて3分11秒で明日をテーマに映画を作ってほしいと。でその3分11秒の映画を集めて、それで明日311明日という、映画として上映をするという依頼が、私のところにもありまして、で当時僕自身が仙台にいたんですけれど、ドキュメンタリー作るためにもう滞在をしていたんですが、それで作ったものです。その企画をいただいて、その3分11秒っていうその尺のこともそうですけど、震災っていうものとすごく直接的につながった企画で、これを今言うこともやはり不謹慎なのかもしれないですけど、できるだけくだらないものを作りたいと、震災というものと本当に関係がないように見えるものっていうのを作りたいなということはすごく強く思っていた気がします。自分がそのドキュメンタリーでその東北のことを結構真正面で扱っていたっていうこともあると思うんですけど、フィクションでまでそれをやるタイミングでもないと思ったし、やりたくはないなっていうことをすごく思っていて、でその明日も続くっていう話かと言われると、実は非常に不確かであって、明日本当に来るのかとか、明日本当にキスができるのかということは分からないけど、でも今日はできませんよっていうそういう話。なるほどですね。短編作ってみていかがでしたか？なんか気持ちよかったですね。なんかこんな感想が許されるかどうかちょっとわからないですけれど、非常に気持ちのいいものだな短編というのはっていうことをなんか思った記憶があります。なんかすっきりとした、自分としては非常に実は結構好きな映画ですな。その気持ちよさっていうのはどこら辺のどういう気持ちよさなんですかね？でもその尺にぴったりはまったっていうこともあるのかもしれませんけれど、これ以上語る必要もないし、本当に過不足のないものを語りきったっていう感じが僕個人としてはあったんですよ。非常に不足を感じる人もいるかもしれませんが、これ以上のことを言う必要はないし、このカッティングで1から10まで自分としては納得しているっていう数少ない。これはその僕自身もその幽霊ものというかゴーストストーリーというのはやったことがなくて、だからこそやってみたいというのはあったんですけど、ルールがつかめないっていうのはまずありますよね。で黒沢清さんにそのことを言ったら、そういうことを考えるやつは向いていないと言われたんですけど、幽霊って床にそもそも立てるのかとか椅子に座れるのかとかいろいろ考えたりするんですが、とりあえず分からないと。なぜなら幽霊ではないからだと、全員役者であって、存在をしているからだと。なので、これはもう単純に本当に役者が演じたことの記録として映像はあるんですけれど、ただ物語っていうものを与えられると、不思議と観客っていうのはそこに妙に境界線を引いて、見てくれたり、でも結局でもこれって結局演技だよなっていうことをおそらく思ったり、その境界線が揺れるっていう体験が起こるんじゃないだろうかということで、多少楽しみながら撮ったという感じです。これはその先ほども言ったように「ハッピーアワー」という映画を作る過程でそのクラウドファンディングの特典として作ったんですけれど、クラウドファンディングをするぐらいですからお金がないんですよ。お金が尽き果てている状態で、じゃあ一体どういうものを作ろうかっていうことになった時に、岡部君っていう雄三という役を演じた人は元から「パッション」っていう映画だったりとか、過去作にも出てくれている、そういう人でその小川さんとかヒョンリさんっていうのは初めてだったんですけど、人を通じてというか僕と仕事をすることに興味を持ってくれているということを伺ったので、じゃあちなみに脚本も何もないんですけどとやっていただけますかと。今もう本当にハッピーアワーっていうのがその2年ぐらい制作にかかっていて、お金だけじゃなく全てなんかカラッカラになっていたみたいなところがあってですね、もう脚本も書けないと、脚本も書けないんですがととりあえず3人に集まっていただいてちょっとリハーサルをしながら考えていいですかということで、1週間ほどリハーサルの時間というのを飛び飛びですけれどもいただいて、その3人にお互い1対1で喋ってもらったりとか、そういうことをひたすら繰り返しながら、この人とこの人が喋るとこういう関係性なのかとか、そういうのを見ていって、でゴーストストーリーにしたいなっていうことは
決めてたんですよ、はい、なんとなくそれは自分がやったことがないし、そのハッピーアワーっていうのはすごく日常的な話だったので、同じようなことをもう一回やるのも嫌だったので、ゴーストストーリーにしたいなっていうことを思っていて、じゃあ誰を幽霊にしたらいいんだろうかということを考えた時に、はい、小川杏さんっていうその美月を演じたあの子が幽霊だと、一番面白いんじゃないだろうかという気がしたんですよね。はい、その一人一人の間に生まれてる関係性っていうものもこれが一番スリリングなものになるんじゃないだろうかということで脚本に最終的に落とし込んでいってやらせてもらったと。はい、準備の時間というのは非常に長く取るようにはなっていると思います。はい、できるだけ役者さんとコミュニケーションを密にすると、できればそれを脚本に反映させていきたいっていう、そういう準備の時間っていうものが絶対に必要である、少なくともそうじゃないと、僕はなかなかもう取りづらいっていうことは思っております。その取りづらさっていうのはどういう取りづらさですかね。まず書いたセリフというものがあったりしますよね。はい、これはその書いたセリフがあって、その書いたセリフを言うのが役者さんだっていうことに世の中なっているんですが、はい、でもですね、絶対どんな人でも、言えることと言えないことってあったりするわけですよ。それを仮に普段絶対言わないようなことっていうものを言わせた時にはある種の不具合が起きるっていう感じがあるんですよ。その不具合っていうものをなんとか埋めるためにはある程度その役者さんの持っている元々のキャラクターっていうものに限定された形でセリフっていうものを変えていく必要があるっていうふうに僕は思っていて、でただ一方でそれだけだと決して面白くならないというか、その役者さん自体から出ていけなくなるので、手続きとしてある種その役者さんのそもそものパーソナリティに沿いつつ、でもフィクションとしてその人の別の側面を開いていくような、そういうふうなセリフの書き方であったり、物語の運び方ができるようにフィードバックをずっと繰り返しているという感じです。やっていることというのは一応本読みっていうのをハッピーアワーからずっとやってはいます。でどういうことかっていうと、ひたすら無感情に、書いたセリフというものがあって、でそのセリフっていうのはやっぱり基本的には役者さんと別の人格の発しているセリフなんですよね。でそれをまず一旦単にテキストとして体に取り込んでもらう作業というか、ひたすら本読みをする、ひたすら無感情なまま本読みを繰り返して、それがその人の体に入ったなっていう感じがすると、声が変わってくるっていうところがあって、でその声が変わってきたら現場に入ろうかっていう段取りを踏むようにはしています。なるほどですね。完全にケースバイケースというところはあるんですけれど、ただその、先ほどのそのセリフの書き方で言うと、キャラクターの行動原理っていうのを脚本書いてる時につかまないといけないと、この人はこれはするけどこれはしないっていうことをまずつかむ必要がある。でそれを役者の自身の行動原理みたいなものとどっか沿わせる必要があると。でそれをあらゆるキャラクターに対して基本的には行っていく必要があると。でそうするとある種キャラクター同士が将棋とかチェスみたいな感じで、お互いに手を打っていくような、そういうことが起こり始めるんですけれど、ただその行動原理っていうものは変わらないものではなくて、結構可変的なものというか変わるものなんですよね。でその時に今までの自分の行動原理では対応できないような事態っていうものに、出会う必要が、特にメインのキャラクターに関してはあるように、思っていて、その時に何か外側から起きる事態っていうものがあるんじゃないかなと。そのキャラクター同士が今まで通りの行動原理を持ち寄って行動するだけでは乗り越えられないような事態っていうものが、どっかで起きる必要があると思って書いているような気はします。そうですね、ショートフィルムの映画祭だからというわけではなくて、とても最近ショートフィルムというものが、短編っていうものが大事だなっていうことを思っているところです。その天国はまだ遠いっていうのはそのハッピーアワーっていうものすごい長い映画の後に撮ったんですけど、自分のやりたいことのやってきたことの確認にもなったし、次にやりたいことにどっか開かれているような映画でもあって、それをすごくリスクの少ない形でできるこの短編っていうフォーマットはものすごく大事なものだなという気がしていて、今後も折に触れて短編を作っていこうというふうに思っています。でその作る人に対して何か言う立場ではないですが、短編っていうのはでもすごく作る人にとって始めやすいものなんじゃないかなという気はものすごく
します。その短編だけでその命をかけてなんか一本作るっていうことになかなかならない、実写映画の場合だとあまりならないかもしれませんけれど、その短編映画を作るっていうことは、作り始めるためにそのリスクを抑えるっていう点からも、そして何本も作るっていう点からもとてもいい形式だと思います。そして自分に力が十分ついたなって思った時に長編に挑戦してみるっていうのもとてもいいあり方なんじゃないかなという気はしています。はい、ありがとうございます。はい、お時間となりましたので、皆様ハウメイズ監督に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。